ルールナンバー2、スマホを使う時間を最小限に抑えましょう。スマホを使うなとは言いません。もう生活の一部なので、それを使うなっていうのは不可能です。そんな非生産的なことは言わないです。ただ、スマホをどう使っても、例えばすごくいい、人間工学に基づいた椅子を使って、机を使って、スマホをちゃんと使ってます。それでも無理です。スマホを使うこと自体がやっぱり体には不自然なことなので、それ自体でやっぱ負担かかります。ただ、使うときに最低限こういうことに気をつけていきましょう。ね、なくすなとは言いません。ただ、マネージできる範囲でマネージしていきましょう。っていうのを伝えていきたいと思います。まず、電話するときにはヘッドセットを使いましょう。で、ね、今だったら AirPod Pro とか、すごく便利な感じで、ヘッドセットがあるので、スマホをポケットに入れといたり、どっか置いといても、ハンズフリーで話せますよね。やっぱりこのままずっとスマホをこうやってずっと持ってて話してるのって、やっぱすごく首にも負担かかりますし、肩にも負担かかるんですね。なので、できるだけやめて、ヘッドセットを使う。テキストをしたり、メールを打ったりするときはですね、できるだけこう下に持っていかないで、目の高さに、目よりちょっと下ぐらいですか、合わせて打ってあげるといいです。長時間やるとどうしてもね、肩とかにも負担かかるんですけれども、ここでやってるよりは全然いいです。ね、3分とかぐらいやったらもうできるだけこう目の高さに上げてあげて、ここで使うようにしましょう。スマホ、スタンドを使いましょう。これスマホだけに限らずね、タブレットなんかもそうですけど、最近ね、やっぱりこうテレビなんかを見るよりも、スマホ見てたりする時間が多いと思うんですよね。映画なんか、ネットフリックスなんかもスマホで見たりとか、YouTube 見たりとかも、スマホですることが多いと思うんですけれども、やはり手で持ってみたりとか、変な場所に置いて見てると、やはりそれだけで長時間、その時間に過ごしてしまうので、首への負担、肩への負担って強くなってくるんですね。なんでできるだけスマホスタンドは必ず置いとくと。で、机の上にスマホスタンド置いてそれを見る。または、例えば寝っ転がってる時だったらちゃんとしたスマホスタンドでね、寝っ転がって、例えばこんな感じだと思うんですけど、ちゃんとスマホをここに手じゃなくて、スタンドで置いてあげて見れるようにする。っていうのは大切になってくると思います。できるだけ自然なポジションで、画面を見れるようにしてください。最後に、スマホを見てるときに5分間前に遠くのオブジェクトを見るようにしてください。やっぱりね、こう目と首の疲れっていうのはすごい連動しててですね、近いところをずーっとこう見てると、やっぱり目が疲れてくる。そうすると首もすごい疲れてくるんですね。もうそれはもうしょうがないです。もう直接的な神経のつながりがあるので、必ず首、また後頭部あたりに来ます。なので、例えば5分ぐらい、ちょっとなんかネットフリックス見ました、YouTube 見ましたってなったら、ちょっと止めてもらって、遠くの方をちょっと眺めて、目を休めてあげる。それだけでも随分違うと思います。繰り返しますが、スマホを使うなとは言いません。そうしたちょっとした4つの、ティップでしたけれども、そういったことを通してできるだけストレスを蓄積させないようにしてください。ルールナンバー3です。同じ姿勢に30分以上いないでください。これはですね、腰痛の回でもカバーしましたけれども、我々の人間の体って心臓のポンプだけで全て循環がいってるわけではないんですね。動きによっていろんな組織に酸素を回したりとか栄養を回したりしてるんです。で、特に関節だとか、人体なんかはまさしそうなんですけれども、動かないと栄養もらえないし酸素もらえないんで、例えばダメージしても回復ができないんですね。それと同時にずっと同じ姿勢にいるとどんどん組織が硬くなっていってしまいます。だから首が硬ったな、肩凝ったなとかあると思うんです。それがどんな姿勢でも一緒です。どんだけ正しい姿勢でこう、姿勢がいいからって言っても30分以上何も動かなかったりするとやはり凝ってきます。それはしょうがない。組織はそういうもんだと思ってください。だから長時間同じ姿勢にずっといないようにしてください。それだけで組織が硬くなって肩こりの原因だとか、損傷の原因になります。また回復させたいと体が一生懸命しても動きがないと酸素や栄養が入っていかないので細胞がそういった組織を再生できなくなってしまいます。なのでできるだけ動きます。それはコンピューターを使っててもスマホを使ってても、何をしてても一緒です。30分ぐらい経ったらその動作を1回ちょっとやめて動いてたかな、動いてなかったらちょっと簡単に、動かしてみる、肩を回してみる、そんな単純なことでもいいです。それだけで随分違うと思います。ルールナンバー4です。
先ほども言いましたけれども、今の時代スマホ使うな、コンピューター使うな、タブレット使うな、不可能です。で、そんなことは言いません。ただ、使うに関しても、やはり一日、例えばね、お仕事をしてコンピューターの前でします。ドライバーさんとかで一日中ね、運転をしなくちゃいけないって言った時に、やはり人間工学に基づいて、一番ストレスのないポスチャーを作っていくっていうのはすごく大切だと思うんですね。で、その上で30分以上は同じ体勢にいないとか、ちょっと頻繁に遠くを見ましょうとかっていうルールがあると思うんですけれども、それ以前にですね、ちゃんとできるだけ体に優しいポスチャーをちゃんと取れるように外部の力を利用してですね、この場合の、ケースだと例えば机だとか椅子だとかいうものをちゃんと自分に合わさった形で使って一番いい姿勢で座ってたりできるようにしましょうっていうのがことです。それでですね、ここで、細かいことは話したくないんですね。それに関しては今後ちょっと YouTube でまた上げていきたいと思うんですけれども、ここにリンクありますけれども、ざっくりとしたこういうのが、リコメンデーションですよっていうのは今インターネットとかでいっぱい出てるので、ここにリンク貼っておきますけど参考にしてもらってですね、例えばねちゃんとこう座って肘が90度になって手首がまっすぐになるようにとかねあると思うんですけども、そういったことをちゃんとこう自分でアジャストしてもらってですね、もしそういう自分に合ったそうしたですね、エクイプメントですね、机とか椅子とかを探してください。で、やっぱりそこはインベストするべきだと思います。自分の体です。自分の体を例えば守るために、それが1万円なのか2万円なのか、または10万円なのかもしれないですけど、長いスパンで見た時に、やっぱその投資ってすごく安いものだと思うんですよ。自分の首の痛みとか腰の痛みが10万円で軽減できるんであれば、その10万円の椅子っていうのは安い買い物だと思うんですね。なので、そこはケチらないで自分に合ったものがあって見つかったら、それはやっぱり僕は投資すべきだと思います。ね、高いものを買えってことではないです。ちゃんと自分の体に合ったものを買いましょうと。ちゃんとアジャストできるものを買いましょうってことですね。例えば椅子のこの座席の幅ですね、前後の幅がもう長くて、自分はそんなに足長くないのにこんな長い椅子しかないっていう場合に、これアジャストしようがないんですよね、こういうの。だったらもう短いやつをどっかで探して、自分がちゃんと背中を休められるところ、そういった椅子をですねちゃんと探すべきだと思いますし、それを見つけた場合にそれが高かろうが安かろうが、インベストするべきだと思います。高いものがいいとは決して言いません。自分の体に合ってそのアジャストメントが効くイクイプメントが一番いいです。なので安いのかもしれないです、高いのかもしれないです。ただそういうものを見つけた時にちゃんとインベストできるっていうことのマインドセットが大切だということです。でいろんなこうモディフィケーション、ね、が効くと思うんです。例えば高すぎてそれ以上ね、すごい小さい方で椅子がすごい高いのしかない、いや会社ではもうこれしか支給してくれないとかいいんであれば、例えば足の下に箱を置いたりとか、背中にちょっとこうクッション入れて背もたれをちょっと前に自分で持ってこれるようにするとか、いろんな工夫はあると思うんですね。そうした工夫を通して自分の最適な人間工学に基づいた最適な姿勢を保つように、そうした周りの機械とか機器とかをねうまく利用して体に負担のない姿勢でできるだけ一日通せるようにしてください。